はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日はね、片口を作ってみようと思います。いろんな種類の片口にしようかな、どうしようかな、わかんないけど、ちょっと来月個展なので、今個展用のね作品を作ってるんですよ。それでちょっとね、せっかく個展なんで手なりに作っていこうかなと思っているんで、じゃあね、早速やってみましょう。はい。で、なんとなく片口のコツみたいなのが途中で思いついたら解説しながらやっていきたいと思います。よし。リモコンでリモコンで操作できるようになったんですよ。いやー、もうすっかり札幌寒くて、粘土がね冷たくて練るのが嫌ですね。本当に練るのが嫌。あと夕焼けもね辛いですね。もう今この手桶はね、お湯を張ってますまずは、土殺しですね。土殺しはこうやってね上げたり下げたりすることで土のね目を整えてるって感じですよね。粒子というか、木もそうですけど木目ってありますよね。木目に沿ってカンナとかねかけたら綺麗にかかりますけど、逆に木目にね逆らってやるとすごい毛羽立ったりしますよね。あれと同じようなことが粘土でも言えて、今こうやってね流れを作ってるんですね。最初に菊練りをしたら、その菊練りの巻いてる方向ってありますよね。その方向とこの回転が合うようにちゃんとろくろに据えます。それ逆にね置いちゃうとまあできなくはない、全然できるんですけど、土殺しがすごい時間かけなくちゃいけないし、どうなんだろう、そういうことはしないですよね。でそのろくろじゃないや、菊練りの目とこのろくろの目は利き手がどうなんだとか、ろくろの回転がどうなんだっていうので変わってくるので、そこはねちょっと自分のやり方を検証し直して、こっち回転になってるな、こっち回転になってるなっていうのを見定めて、で改めてちゃんとこう据えるようにしたらいいと思います。でこの土殺しなんですけど、今ね粘土いっぱいこう積んであって、これで何個作るのか分かんないですけど、いっぱい作りますよね。こういう時は、ざっくり全体もやるんですけど、主に上の方だけ使う分だけやってます。これ全部やってももちろんいいんですけど、とりあえず今使うのが例えばこれだけだとしたら、下の方をねやっても無駄に力使うだけなんで、ざっくり全体やったらその後は上の方だけを重点的にやるようにします。どうなんだろう、これカメラアングル的にどうなんだろうよくわかんないですね。まずねどんなもん作る時もそうなんですけど、まずはこう筒型にして、でそれを広げていくと。
ね、片口といってもね、もともとは片口っていうのは当然注ぐための器ですよね。でも最近はねやっぱり料理盛り付けるための器としても片口っていうのは重宝されているので、それをねどっちに使うかっていうのによって作り方変わってきますよね。注ぐんであれば当然注ぎやすい形とかね、その機能が必要になりますよね。ただ盛り付けるっていうだけだとね、機能はそんなにちょっとこう上向きになってればいいだけなので。まず1個目はちょっと上にねアクセントをつけてみました。これね僕よくやる僕の手癖みたいな感じなんですけど、やっぱねこの小さいというか少ない要素の中でね、自分の好きな感じを出していくっていうのは難しいですね。シンプルになればなるほどね個性出すっていうのは難しいんですけど、こういう細かい手癖みたいなのを個性として見せれたらいいかなとは思ってますね。でもこれはねあれかもね、どこにでもあるって言ったらあれだけど、それほど特別じゃないですよね。さていいかな。そしたら今度口ですよね。まず口元はそこそこ斜めにするというかね、ちょっとエッジをつけてやります。これはなぜかっていうと、一応注ぐ器なので切れがいい方がいいですよね。水切れをよくするんだとやっぱりねそこそこエッジがあった方がいいですよね。で口をどうするかですね。口はねその全体のサイズによって何を使って口をつけるかですね。指を使うのか、指でも小指使うのか、人差し指使うのか、親指使うのか、2本指使うのか、いろいろありますね。あと僕よく使うのはこのこれ針なんですけどね、針の柄を使う、今回は針の柄でいきます。よし、はい、こんな感じで。まず1個どんどん作っていきます。僕が器作る時に気をつけてるのは器っていうね道具なので、道具である以上はやっぱ機能しなくちゃいけないわけですよね。なので使い道っていうのをやっぱ意識して作ってますね。何を盛りたいんだとか、何を飲みたいんだとか、何でもいいんですけど、より具体的に考えれるんなら考えた方がいいです。何でもいいですよね。梅干し
乗っけるためのお皿が欲しいんだと思ったらそれでもいいですし、それをね使う人がどう使うかは自由なんですけど、こちらの作る時の思いとして一応何かそういうのがあるとものとしてちゃんとできますよね。なんか飲もうと思って作ったのにすごい飲みづらいとかおかしいですよね。でもね盛り付けるためにっていうんだったらもちろん飲みづらくてもいいですし、そこはねいろいろあるんで、やっぱ考えながら漠然と、例えばこの片口っていうことだけじゃなくて、そのカテゴリーで考えるとなんかパッとしないですよね。いやこれは何を入れたいんだとかあった方がいいですよね。よし、これは後から口をつけたそうかな。いやちょっと大きいかな。あと片口で、例えば今ふと思ったのはお酒をね注ぐための片口を作ろうと思ったんですけど、そうなると例えばこうあまりにも大きいと片手で持ちづらいですよね。違う持ち方できればいいんですけど、こうとかね。でも今ふとねこう持って注ぐ片口がいいなと思ったんですけど、それにはちょっと広かったので、ちょっと小さくします。そして口元をちょっと丸めるんですね。丸めることで流れがね注いだ時に余計なとこから漏れにくくなりますよね。ちゃんと水が集中するようになるんで。でこれは、後でくちばしをつけると。せっかくだから全部バラバラにしようかな。意外とねバラバラに作るって大変なんですよね。昔ね個展で100個の作品だけ100点で全部一点物で作ろうってやってみたことあるんですけど、やっぱ大変ですよね。意図的に変えていくっていうのはやっぱ大変ですよね。変わっちゃったっていうのとはちょっとね訳が違いますからね。同じように作ろうと思ったけど結果違うねっていうのと違って、最初から違うものを作ろうっていうのは、それをね100種類っていうのはちょっと僕は大変でしたね。やっぱねそういうとこがね凡人なんですよ。凡人は凡人なりにその分ね考えたり努力してなんとかカバーしようと思ってやってます。これは
ちょっと太めの、いやこれじゃないな、これぐらいにしよう。ね、口のサイズとかもね、その全体の雰囲気とのねバランスを取んないといけないので、何でもかんでもね適当にこれでいいやっていうわけにはいかないですよね。一応は自分なりに気を使ってやってます。よし、これはねこの後ちょっと歪めるんですね。半乾きぐらいになってから。まあこの時点では何もしないです。やっぱねあれですね、ほうれん草のおひたしとかね片口に入ってると僕好きなんですよ。じゃあほうれん草のおひたし用にしよう、次は。上品にちょっとだけを一人前をねちょっと盛り付ける感じで。ちょっと深いな。今はねこうやって手なりにって言って、なんて言うんだろう、即興的にこうやってやってますけど、普段はもうちょっとちゃんと構想があって作りますね。出たとこ勝負でねやるのはあんまり良くないですよね。あんまり良くない。でもこういう即興的なものもいろいろねやることによって訓練にはなるんで、訓練だったり新しい発見とかになりますよね。こんな感じやったことなかったとかね、そういうことも稀にあります。稀にですけどね。よし、今日は片口祭りで片口いっぱい作ろう。もう粘土が冷たい。
次はちょっと筒型で長いやつをくちばしつけましょう。こういうね筒型作るときはね、本当は一個引きした方がね効率いいんですけどね。まあ今はね一個一個こう即興でやってるんで、このまんまこういう感じでやってきますけど。こうやってねちょっと悩んじゃったりするとなんかね勢いのない感じになっちゃいますよね。もともとねそれほど勢い売りの作家じゃないんですけど、自分なりにねなんかちょっとやっぱ感じるところはありますよね。よし、これもくちばしです。これ見ててね分かると思うんですけど、作品を作る中でろくろを引いてる時間って本当短いですよね。本当あっという間で、この後がもうむちゃくちゃ長いです。特に僕の作品はむちゃくちゃ長いです。いろんな工程がいろいろ入り込んでくるんでね。ここだけ見てるとなんか随分あっという間にね簡単にできてんじゃないかって思われちゃいそうなんですけど、この後が長いんです。短くしよう。最近ちょっとね意図的な中途半端な長さとか中途半端なサイズっていうのを意図的にねやるのがちょっと面白いなと思ってて、サイズ感とかもだいたい人の目に慣れたサイズ感ってありますよね。湯飲みでも何でもこれぐらいだろうっていう、そこをちょっと微妙にずらすんですよね。主に微妙に小さくしたりするんですけど、
もちろん微妙に大きくすることもあります。その微妙にサイズ感をちょっとずらすことによってやっぱ特別感というかね、ちょっと違う感じっていうのが出てくるんですよね。器はやっぱ使う時のその気持ちの問題っていうのはすごくあると思うんですよ。この器を使って食事をしたらすごい気持ちがいい、美味しく感じるっていうのはね、もうはっきり言って気持ちの問題ですからね。料理の味が物理的に変わるわけはないので、だから僕たちはね、その人の心に働きかけるようなことをやってるんだと思ってるんですよ。だからね、人がどうなるとどう受け止めるかとかっていうのをまあ自分なりにいろいろね考えて、そんなの当たるかどうかは分かんないんですけどね、一応そんな感じでやってってます。これちょっといつまでも動画撮っててもしょうがないですね。じゃあ次もう一個作ったらとりあえず締めますか。さて、いけるかな。ちょっと薄っぺらくしたいな。ちょっと腰が落ちてきちゃうな。よし、やめよう。よし。はい、ということで今日はいろんな片口を手なりに作ってみました。ちょっとねだらだらと撮影しててもしょうがないのでここら辺で切ろうと思います。来月2月14日ですね、2019年の2月14日東京渋谷の器健心さんで個展がありますんで、よかったら見に来てください。今作ってる片口も多分なんとか間に合うと思うんで間に合うのかなはい、そんなわけで、今日はここまでです。はい、ありがとうございます。バイバイ。